こんにちは、ヒゲドライバーです。ピコピコピコーイエーイ皆さん、前回のレディー・ガガのバッドロマンスのリミックス、聞いていただきましたでしょうか？どうだったでしょうか？リミックス、アニソン風になってたでしょうか？そのリミックスはですね、僕が以前に作らせてもらったリリース・ザ・スパイスっていうスパイアニメのオープニング風になってますので、よかったらそのリリース・ザ・スパイスのオープニングの方も聞いてみてください。僕がなんでそのレディー・ガガが好きかっていうとですね、そのレディー・ガガの、歌がすごく力強いのは聞いてわかると思うんですけど、それに合わせてメロディーもすごくシンプルで力強いメロディーなんですね。そこが、なんていうかすごく日本のアニソン風なんですね。なんでっていうと、日本のアニソンっていうのはやっぱりその日本語で歌われているっていうこともあって、一つ一つの言葉をトントントンと、割と規則正しく、丁寧に置いていくんですね。洋楽って割とその英語で流れるような感じでスルスルスルっと歌われる曲が多かったりする中、そういうアニソンでは割とそういうポンポンポンって、一つ一つの、言葉を大事に置いていくんですね。っていうのがやっぱりレディー・ガガを聴いてて、この曲アニソンっぽいなって思ったところですね。他にもですね、そのバッドロマンスで、面白いなと思ったのが、パートがいくつか何個かで構成されてて、他の洋楽の曲っていうのは割とシンプルに、バースコーラスっていう2つでどんどん繰り返されていくっていうのが多いんですけど、そのレディー・ガガの曲は割と何個かのパートに分かれてて、でアニソンもそうなんですね。 A メロ B メロサビっていう3段階で分かれてることが多くて、そういう意味でもそのバッドロマンスはちょっとアニソン風だからリミックスがしやすいなと思ってやらせてもらいました。どうだったですかね？みんなディスコは好きかな？今回ですね、僕の好きな、ディスコソングっていうのを紹介したいなと思っています。ディスコソングっていう、言いますと70年代80年代の曲になってくると思うんですけど、海外で、もちろん作られてる曲いっぱいありますけど、それが日本でもすごく人気なんですね。だから僕の親だったりの世代がすごく聴いてきてて、僕らもそれを耳にしてるんですね。何がすごくいいかっていうと、メロディーがすごく分かりやすくてシンプルだっていうのがすごく一つ特徴としてあるんですね。っていうのも昔の、人と今の人とのこの、情報の共有の仕方っていうのが変わってきてて、今の人っていうのはもう本当にスマートフォン一つで好きな曲がこの曲いいから友達にこれ聴いてみてってポンってね、ボタン一つで送れるんですけど、昔ってそういうことができないからどうしたかっていうと、そのお話で口でメロディーを歌って伝えて耳で聴いてっていうようなすごく原始的な方法でこう伝えていったんですよね。っていうところもあって、そうなるとやっぱり難しいメロディー、難しい歌詞っていうのがなかなか伝わらないから、やっぱりそのシンプルで分かりやすいっていうものが広く伝わってヒットするっていうことになってたんですね、昔っていうのは。っていうのもあって、その僕の好きな70年代80年代のディスコソングっていうのはすごくシンプルで口ずさめる曲が多いんですね。それがすごく日本人の心にもすごくいろんな人に響いてて、とてもいいディスコソングがあるので、ぜひちょっと紹介してみたいと思っています。まずはトップ
トップ3の、ナンバー3ですね。ナンバー3、クインシー・ジョーンズ、愛のコリーダー。はい、という曲です。この曲はですね、日本とフランスで共同で作った映画の、曲なんですね。愛のコリーダっていう曲で、映画もそのタイトルなんですけど、愛のっていうのは日本語で、コリーダっていうのはこれスペイン語らしいんですね。なので日本語とスペイン語がくっついてるようなタイトルなんですけど、でそれも、歌にも入ってくるんですけど、やっぱりこの日本語が入ってるっていうところもあって、日本人にすごく馴染みのあるメロディー歌詞になってるんですね。っていう意味で僕が大好きな曲で3位にさせてもらってます。続いて第2位、これがですね、ボーイズタウンギャングで Can't Take My Eyes Off You ですね。この曲も、絶対みんな一度は聴いたことがあると思います。パラッパラッパラッパッパってやつですね。もうこの曲ももう今すぐ口ずさめますけど、やっぱりこの聴いてすぐ覚えやすくて、で馴染みがあって、で、その当時のやっぱりディスコソングっていうのは、僕の好きな部分もう一つはね、哀愁があるんですね。聴いてたらなんかそのちょっと物悲しいというか、楽しいだけじゃない中にちょっと、憂いがあったりするところがすごく好きで、この曲にもねやっぱりそれを感じるんですね。これも大好きな曲で第2位でした。そして第1位はEarth, Wind & Fire です。セプテンバーです。この曲もね、もう若い人もねきっとどこかで聞いたことがあると思いますけど、これも本当バーエヤーってもうねすぐに歌が思い出せる、口ずさめるような曲になってて、これももうねやっぱりね哀愁を感じて、今もうちょっとねセプテンバーですけどなんかこの9月のちょっとこの秋に入ってくる物悲しさと合わさったこの哀愁がね感じられる、すごくいい曲になってます。で、今回はですねこのセプテンバーをアニソン風に僕がリミックスしてみましたので、ぜひ聴いてもらいたいと思います。どうぞ。はい、ということでセプテンバーのリミックスでしたけど、いかがでしたでしょうかね。感想とかあったらぜひコメントをいただけたらと思います。あとチャンネル登録もねぜひぜひよろしくお願いします。その他にもね、なんか今度はこういうことしてほしいみたいなリクエストとかもあったらぜひコメントください。ということでヒゲドライバーでした。ありがとうございました。バイバイ。